こんにちは。社畜デザイナーの小鉄です。僕は長らくこのコンクリートジャングル東京で広告業界のデザイナーとして勤務しています。デザイナーと聞くと発給激務のイメージをお持ちかと思います。実際その通りです。でも工夫次第で都内一人暮らしでも快適に生きていけます。今日は僕の生活費の話でもしようと思います。同じく都内で社畜として働いている人の参考になれば嬉しいです。背景はボツとなった日常動画のオムニバスを流しておきます。最初にこの家の家賃や電気代などの固定費について話します。家賃は66,000円です。どうせ一人なので3万円くらいの極限まで安いところの物件でもいいかもしれないと最近思い始めています。千葉の山奥に移住したいです。次に光熱費です。電気代は7388円です。この夏場は24時間エアコンをフル稼働させていたので、電気代はバカみたいに高くなりました。出社していた頃は2000円台に抑えていたのに、リモートワークとなった弊害が出ています。ちなみに弊社では、リモートワークの補助費用は1円たりとも出ないです。ガス代は2110円です。毎日シャワーだけで済ませているので、かなり安く抑えられています。人とほぼ会わないので、一時期はシャワーも2日に1回とかにしていましたが、不潔にしていると人権を剥奪される恐れがあるので、今は毎日入るようにしています。もっと心に余裕ができたら、湯船にもゆっくりと浸かりたいです。今月の水道代は0円です。水道代の請求は2ヶ月に1回なので、この月はなかったです。だいたいいつも2ヶ月分で4000円なので、1月分に換算すると2000円です。通信費は5173円です。携帯の格安 SIM をマイネオに契約していて、それが993円です。そしてネット回線がソフトバンク光に契約していて、4180円かかっています。ネットが必要不可欠になったので、ソフトバンク光からの呪縛は逃れられません。以前はポケット Wi-Fi でしたが、仕事で大容量のデータのやり取りが多いので、泣く泣く固定回線に乗り換えました。ここまでが固定費です。固定費の合計は8671円でした。電気代が高かったですが、全体的になかなか抑えられている気がします。次回は電気代を4000円台くらいに抑えて、固定費は7万円台を目指します。続いて、食費や日用品などの変動費を紹介します。食費は25,208円です。この月は自炊も多めでしたが、お菓子も買ったりしていて、少し高かったです。料理は豚しゃぶだったり、炊飯器料理とか、飽きないように日々工夫をしながら生きています。一時は狂ったかのように食費を抑えていて、その時は
朝はプロテイン、昼は卵焼き、夜はミネストローネを毎日食べていて、食費は2万ちょっとでした。でも、この食事を続けていると、生存目的を失うので危険です。食費の他に、カフェ代は5374円かかりました。打ち合わせ終わりにカフェで作業することが多く、その度に出費がかさみました。この月は10回もカフェに行っていました。家でこもっていると気がめいるので、気分転換にカフェで作業するようにしています。でも5000円は高すぎました。これからはコンビニでコーヒーでも買って公園で働くようにします。日用品は3292円でした。ここは結構抑えられたなと思っています。今回は歯ブラシや洗剤などを買い足しただけで済んでいます。パソコン周辺機器とか仕事道具とかを買い足したりしたときは1万円、2万円かかってしまいます。ブラック企業では経費で落ちないので、仕事道具もすべて自腹です。交通費は0円でした。仕事で電車移動も多いですが、打ち合わせや撮影で電車移動したときは会社が負担してくれます。でも申請するのがめんどくさくて、交通費も自腹になりがちです。交通費の精算するのに時間をかけるくらいなら、その分睡眠時間に当てたいというのが本音です。続いて交際費です。交際費は5900円でした。ここ数年間人と会わない生活だったのでほぼ0円でしたが、最近重い腰を上げて人と飲みに行くようにしています。友達と飲んだりするのは半年に1回くらいの頻度だったり、仕事関係だと撮影の後の打ち上げとか送別会や歓迎会などで飲むことがちまちまあります。気の知れた人たちと飲むことで、社畜生活の中でも心に平穏が訪れます。娯楽費は5530円です。仕事で資料探しとして D マガジンに契約していて、それが440円でした。あと、ネットフリックスを解約したのに、海外の人にアカウントを乗っ取られて不正利用されていて、1490円払い続けていました。一応、カスタマーセンターに問い合わせて解決しました。でも、2ヶ月前のお金は払い戻しができないみたいでした。あと、娯楽費として、マッチングアプリへの登録料が追加されました。悪魔との契約料として3600円ぼったくられています。社畜という身分ですが、安住の地を見つけるために登録してみました。楽しさを共有できる人が見つかるといいなというかすかな希望を持って、なめくじ並みのスピードで動いています。次に、服や美容室代は14,065円です。内訳は服が8,085円で、美容室代は5,980円です。服は今までユニクロでしたけど、服装もちゃんとしないと、周囲からみっともないなと思われるんだろうなと思い、一着だけ購入しました。生きってアーバンリサーチの半袖シャツを買いましたが、今のところ
ユニクロとの差は感じないです。体にユニクロが染みついているので、何を着たところで安っぽく見えてしまい、アーバン感はゼロです。今度機会があれば、持っている服の紹介でもしたいです。続いて、医療費です。医療費は2270円でした。前までストレートネックの治療で整形外科に通っていましたが、今は様子見で通っていません。お医者さんにすら見かけられました。その代わり精神科に行ってみて、その時の診察料が2270円かかりました。一旦メンタルも持ち返してきたので、しばらく行かなくて大丈夫そうです。変動費はこれで全部です。変動費の合計は61,669円でした。カフェ代をどうにか減らしたいです。カフェに行くことで心にゆとりは生まれますが、仕事のためにカフェに行っているのに自腹を切るのはしんどいです。固定費と変動費を合計すると14万2340円でした。これ以外にも税金関係が給料から勝手に引かれています。生きているだけで骨の髄までしゃぶり尽くされていきます。そして残ったお金はすべて貯金へと回しています。物欲がほぼないので、仕事や YouTube 関係で使うもの以外は必要最低限のもので満足しています。社畜生活によってすべての欲求が失われてしまったような気がします。なのでこれからは節約もしながらしたいなと思ったことを実行したりして、経験にもお金を使っていきたいなと密かに目論んでいます。切り詰めすぎるとメンタルも病んでいくので、社畜の皆さんは節約はほどほどにしておきましょう。そうこうしている間に1週間分の食料も用意できました。来週も一生懸命生きるとします。本日もご視聴ありがとうございました。